はいどうも、嫁と俺のまる子です。嫁です。よろしくお願いします。お願いします。今日の話はね、めちゃくちゃ面白い。今45周年で盛り上がりまくっているヘッドウェイのアコースティックギター、これの魅力をね、徹底解剖しようと思うの。おー、徹底解剖。やばいっしょ。今日のキーワードはまず2つ。アリミゾ。アリミゾ。覚えといて、アリミゾと後仕込み。後仕込み。そう、ポンとかどこで鳴ってんのこれ何なのよ。やめなさい。本社でちょけるのはやめよう、マジで。いいよじゃねえよ。ポンじゃねえわ、そんな。何が鳴ってんだよ、これさっきからよ。後仕込みとアリミゾ。この2つのワードをまず覚えといて。分かった。ヘッドウェイのアコースティックギターを、俺らは普段からこうやって使ってるんだけど、これ夜桜ちゃんね。この良さ、これユーザー視点でちょっと喋りたいなと思って、芯のある豊かな音が特徴だと俺は思ってて、どのヘッドウェイを触ってもやっぱりその芯を感じるのよ、音のね。かつね、どの弦も同じような音量で出てくれるの、このバランスの良さ、そこに大きく関わってるのが一番最初に話した後仕込みとアリミゾ。おー、なるほど、関わってるんだ。関わってる、めちゃくちゃ関わってる。ええ、実はそのさっき工場を見学させてもらって、ヘッドウェイの太陽こと、安井さんというマスタービルダーの方に実際に組んでるところを見せてもらってさ、これがこうなんだよって解説までしてもらってさ、後で一緒にまたその工場のシーンを見てもらうんだけど、こういうことがあってこのサウンドがこの弾きやすさが生まれてるんだなっていうのをね、実感した。本当にそうだね。でその後仕込みって何っていうのを安井さんからも説明してもらってるシーン、みんなと一緒に見ようと思うんだけど、たくさんギター作ろうと思ったら、まずこの形作ってから色塗っちゃったのが楽なんだよ。ああ、なるほどなるほど。なんだけど塗装って言うて液体じゃん、これ。塗料ってね。確かに確かに。そういうものを木に吹きかけてるわけだから、ちょっと変わっちゃうんだよね。で変わっちゃって出来上がったネックと出来上がったボディをくっつける、そこで最終的な微調整をしながらくっつけれるんだよ。ああ、なるほど。ギターとしてベストな状態を調整しながらくっつける。後仕込み。アリミゾっていうのも、ネックとボディのジョイント部分だからね、ここね、大事なとこなんだよ、こんな形なのね。そこを大きく取ってあるんだって、ヘッドウェイは。ほー。あ、俺これサウンドにめちゃくちゃ影響しとんなって思った。なんか直感したわ、その見た目を見ただけで。面積が増えるわけじゃん、こう斜めの部分が増えるってことは。確かに確かに。それは多分耐久性とかにも関係してるんだろうけど、ヘッドウェイのこの芯のある音って、そういう部分もやっぱでかいんだろうなって思う。なるほどね、なるほどなるほど。私たちじゃもう一見わからない、そういう世界を見せてもらったよね。圧倒的な技術力っていうのを素人でも感じるぐらい、そういう作業を見せてもらったの、それをじゃあ皆さんと今からね、一緒に見ていきましょう。2つのキーワード、忘れてないよね、後仕込みとアリミゾ。これを頭に置いて見てみよう。じゃあ工場編行ってみよう。行ってみよう。かぶってんだよ。あ、ごめんわざとじゃねえか絶対よ。工場これは工場じゃねえ。工場もうちょっと見学させてもらいにね。やばいよ。どこが見たい？一番、やっぱりネックとボディをくっつけてるところが見たい。もう仕込まれたような感じ。いいありがとうございます。でも実際ネックとボディがバラバラになってるアコースティックギターって見ることあんまりないから。いや、ないでしょ。そこは見たいよね。見たい。俺も見たい。もうディバイザーチャンネルではおなじみのマスタービルダーの安井さん。はい、安井です。今日はよろしくお願いします。このネックとボディをくっつける仕込みっていう作業をちょうど今やっていたところなんですけども、外から上がってきてくっつけるっていう、単純にもそういう作業なんですけども、細かい調整をいっぱいしまして、まず演奏性、どれだけ弾きやすいギターになるか、もちろんサウンドですね、音にも関わりますので、適当な仕事をしてるといい音しないので、であとは最後安定性といいまして、長くいい状態で弾けるギターっていうのがここで決まってきますので、なるほど、その調整をしてくっつける作業のことを仕込みと言います。かなり重要な作業。そうですね。今まで長い時間かけてここまでやってきたボディを完璧な状態にしてくっつけてあげるっていう、そういう作業ですね。貴重だよね。そんなとこ見せてもらえるのすごいことだよ。ヘッドウェイはですね、この仕込みっていう作業をするのをですね、後仕込みっていう形でやってます。何が後なのかって言いますと、塗装ですけどね、塗装工程を終わってからネックとボディをくっつける。後でボディとネックをくっつける仕込みなんで、後仕込みっていう。先にやるのと後でやるのと違うかっていう点なんですけども、まずそれが先仕込みなんですけども、こうやってボディとネックがくっついた状態で塗装されてるのが
このギターなんですけど、なるほどなるほど。特徴としてこの角のところにですね、吹き溜まりって言いまして、塗料が厚く残ってしまっているこの角のところに非常に楽にできるんですけども、その代わりデメリットの方が大きいんですね。どうしても塗装工程っていうのが、まあ、1ヶ月から長いと1ヶ月半ぐらい時間かかるんですけども、その間にボディの方が膨らんだりへこんだりネックが反ってしまったり、どうしても時間経つと起こってしまうんですね。そうなってくると本来つけたかった角度とは違うネックの角度に状態になってしまう。でももうネックとボディくっついちゃってるんで、そこから調整することはできないんですね。そうですね。はい。今あるこの状態でどうにかするしかないのが先仕込みなんですね。細かい調整ができないんですね。はい。で、うちがやっているのは基本的には後仕込みっていう方です。ネックとボディを別々に塗装して、終わってからくっつけると。これが何が良い点があるのかと言いますと、ネックとボディ別々に塗装していますので、吹き溜まりっていった塗装の溜まってしまう部分は起こらないんですね。綺麗に仕上がります。最大の利点なんですけども、1ヶ月から1ヶ月半ぐらいかけて塗装するって言いましたけど、その間にボディが膨らんじゃった、ネックがへこんじゃった、ネックが取っちゃった、まあもうネックとボディはくっついていないので、まだ調整が可能なんですね。だからもうボディが膨らんでしまっていたら、ネックの角度をちょっとつけて、ネックとボディの関係が一番いい状態に調整してからくっつけることができるので、ネックとボディ完璧な仕上げにすることができるのが後仕込みのいい点です。なるほど。その代わりすごく難しいんです、これ。そうなんですね。で、細かい調整をこれからするんですけども、いっぱいいろんなとこ削ったりとか、さらに他に傷つけるわけにいかないので、非常にシビアな中で細かい作業しなきゃいけないので、ちょっと技術のいる難しい作業になります。職人の腕っていうのが試されますので、難しいですけども、あえてそういうやり方をしています。すごいな。繊細なんだね。じゃあ実際ちょっとこれから作業の方をしていこうと思いますけども、よろしいでしょうか。お願いします。ヘッドウェイのスタンダードシリーズっていうシリーズになりますので、そのスタンダードのネックの仕組みやってるのがうちの小山君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで実際彼に作業の方をやっていただきます。解説を私が。いいですね。なんて贅沢。贅沢。なんて贅沢。今ネックとボディで当たってきて初めて組んで、実際今状態がどうなってるか確かめるところです。これ今ネックの反りを見て、次ネックとボディの角度が今どうなってるかっていうのを確認しました。この道具が、ネックの振りですね。ネックのセンターとボディのセンターが合っているかどうか、どれぐらいずれてるかっていうのを確かめます。すごい。今削ってるのがヒールキャップっていうところなんですけど、まあ今これネックとボディの、当たる部分があるんで、この調整を。手作業だ。手作業だよ。手作業だ。素人目にはすごい綺麗にくっついてるように見えるんだけどね。全然微妙に当たるところがあったんで、これが今ネックの振りをボディにちゃんとまっすぐつくように調整してる。あとはさっきの状態だとネックがちょっとこうどっちかに一つ傾いてるっていう。全然わかんない。わかんない。綺麗にくっついてるように見えたもんね。分かんないじゃん。ボディに対してちゃんとまっすぐかどうかって。ってことはさ、俺曲がってるギター買ってたとしても気づけないよね、自分じゃ。確かに。まっすぐだと思う。見たの感じ分かんない。そうだね。角度がですね、ボディに対して角度がつきすぎてると、ブリッジのところに下がってる白いサドル、あれが飛び出しちゃうんですね。飛び出さないと原稿が維持できないと。でそうなると今度長い時間やってるとサドルがどんどん傾いてきてしまったりとかして、場合によってはサドルが折れてしまったり、で今度逆にネックが角度が
ついてなくて起きてると今度サドルが引っ込んでしまうんで、ちょっとボディが膨らんだ原稿を下げたいという時にもうサドル削る余地がなくて下げられないっていうのが起きるので、もう適正な角度でちゃんとつけてあげることが長い間弾けるギターになる。訂正だ。色を塗る前に一回この形になってるんですよ、この子たちね。で色塗ってもらって綺麗にしてもらってお久しぶりに再会したんだよ。そしたら2人ともちょっと性格が変わっちゃってるんだよ。ほらちょっとタイプのね。そうそう、すり合わせなきゃいけない。うまいこと言って。この接合の仕方はアリ溝を法っていうんですけども、そのアリの効き具合を最後、これを調整しているってことはネックの振りと角度がもう決まったっていうことなんで、台形の形でオスメスを作ってやるのが海外の方だとダブテイルっていう鳩の尻尾、ああ、なるほど。鳩の尻尾みたいな形してるんですけども、日本ではアリ溝っていうんですね。大工さんなんかが建築する時の柱と柱をくっつけるもうこのアリ溝っていうのでくっつけたりするんですけども、そのアリのサイズがうち結構大きいんですよね、他のメーカーに比べて。っていうのはしっかり広い面積でネックとボディをくっつける。なんでこの方が強度が上がる。音的にはやっぱ違うんですか？一番影響を受けるのはサスティン。長い時間弦が振動する。どれぐらい長い時間振動するかっていうのをサスティンっていうんですけども、ここの接合が甘いとネックとボディに余分な振動が生まれて、要は弦の振動をしっかり支えられないんですよね。なんでここはしっかりくっつけないといい音がしませんので、最後のその調整を締まり具合を調整して。すごいな。見入っちゃうよ。なんかめっちゃ見ちゃう。すごい。はい、で今見ていただいたのがその最後の本仕込みの最終調整。ネックの角度、ネックの振り、あとは針のきつさっていうのを今調整しました。でこれからくっつける作業をするんですけども、でくっつけるのもですね、うちの場合ちょっと特殊な工具を使うんですけど、通常はこれがクランプっていう、こういうのでネックとボディをこう挟んでギュッと締め付けて固定したりするんですけども、うちの場合そのアリの精度がすごい高いので、こんなんじゃくっつかないんですよ。ああ、もう、これごときではもう、はい、これもかなりごっついそうですクランプなんですけども、これでもダメなんですね。この力でもこの隙間がくっつかないんですよ。それだけきついタイトな接合しているんで、専用の工具っていうかものを使ってくっつけるところをちょっと見てもらいます。楽しみ。ちょっと場所を移動します。はい。ちなみにヘッドウェイのアコースティックギターはすべてがアリ溝になってるんですか？どのモデルも。国産のものは全部。もちろん上からカスタムシリーズ、ATB シリーズで先ほどやってたスタンダードシリーズ、国産のこれ標準のやつですけども、それ全部あと JT シリーズですね、ジャパンチューナップシリーズっていうのもアリ溝で、そうなんですね。後力に後仕込みで、モデルも一番下のラクネスですけど、あれも同じやり方でやっています。はい、そこはもうヘッドウェイとしてのこだわりなので。すごい。言ったらあれだけど、なかなかお安いモデルなのよ。ジャパンチューンナップシリーズ。100万を超えるようなカスタムシリーズのものと同じやり方をしています。いやー、これは大丈夫なんですか？じゃあちょっと専用工具を使って接着するところ行ってみましょう。行ってみよう。ここが実際ネックとボディをくっつけるジグなんですけど、何ですかこれは。すごい。先ほどのちっちゃいクランプと違ってこのサイズになります。いやいや、怖い怖い怖い、すごい。これがうちのマスタービルダーの百瀬が鉄工所で特注して作ってもらったクランプっていうんですか、ジャッキっていうか、ギターのネックとボディをくっつけるためだけのマシンなんですね。はい。これが一番メインのクランプですけど、あとはここで押さえるちっちゃいクランプが上と下とついてて、
はい、F クランプだけはただこうギュッて挟むだけなんですけども、これでギュッて押さえつつこっちからもこっちからも入れて、もう完璧な接合っていうのをやるためのジグです。すごい。国産ヘッドウェイのすべてが一回ここを通って出てってます。嫁ちゃんのギターもここに一回ポンって寝かしてもらったことがあるんだよ。お父さん。お父さんでお父さんだよね。お父さんどっちがいいから。お父さん。お父さんだよ。これだけ大きいもので回してギュッて挟まないと入っていかないんですよね。そうか、だからもうこれぐらいしんとダメなんですね。はいだからね、はいヘッドウェイのアコースティックギターって、はいどのモデルもそうなんですけど、はいすごい芯の太い音するじゃないですか。はいその辺ってだからさっきのでかく切ってあるアリ溝だったりとか、こういう接着の仕方だったりとか、こういうのが関係してくるんですかね。中のブレーシングっていう、ああいうのだったり材料を何使ってるとか、そういうのでこう音ってこうやって作っていくんですよってなってるんですけども、一番下で影で支えているのがネックとボディのくっつき方っていうのがあまりこう表になってこう脚光を浴びない部分なんですけども、これがちゃんとできてないといくらボディとネック完璧にいいものを作ってもあれ全然ならないじゃん。そうですね。でせっかくのいいものをこの下手な仕込みをすると台無しにしてしまう。ヘッドウェイギターの肝みたいなとこを見せてもらってるんだ。だよね。公開しちゃって大丈夫なんですかこれ。まあ真似されたところで同じことができるならやってみてください。おー、かっこいい。かっこいい。こういうことね、こういうことだよやっぱり。これですよ。かっこいい、さすが。職人魂ですね、本当に。これもうボンド塗られてますんで。怖いよね、なんか。今上下を止めてネックとボディが動かないように。最後のポイントです。これが。おお、ね。これは芝エンドのところがつくようになってる。これ今はみ出たポイント。締め具合はこんな感じで。その手の感じの感覚です。怖っ。それでこれ締め付けが甘いと、そうですね。まだ浮いてるじゃんってなりますし、逆にやりすぎると正直壊れちゃう。そうですよね。パキってなっちゃいますね。木が割れちゃったりとか、絶妙なところで止める。すべてのギターにこれをやってる。機械でバーッとかできない。はい、完了しました。うわー。なんか怖い、やっぱり。怖いね。怖いね、なんか。めちゃめちゃ怖い。ゆめちゃんさんの桜、はい彼がうわお父さんじゃん。お父さん。お父さんじゃん。はじめまして。お父さん。すごい、汗がすごい。すごい。ギターもスタンダードシールなんで彼がああ、そっか。出てやる。うわありがとうございます。ー、通りで初めて会う気がしないけど。そういうことだ。うわマスタービルダーの安井さんでした。というわけで、はい。どうだよ。いやー、ドキドキした。すごかった。ね、ギターを見る目が変わるよな。もうやっぱ全然違うよ。もう今日から違うよ、触り方が俺たちの。こういうものを触ってるんだね。で、より楽しくなった。ね、本当ね。もう早く帰ってギター弾きたいもん。こう。弾こう。じゃあ早く帰ってギター弾こっか。弾こう。ね、まあこんな感じでヘッドウェイの魅力に今日は迫ってまいりました。またね、別の秘密をね、次回は探ってみたいと思いますので、その時は皆さん一緒に楽しんでいきましょう。てなわけで、いつものやついってみよう。はい、お願いします。お願いします。何やってんの？大丈夫？輝いてる？輝いてる。あ、そうか。輝いては。真珠のようだよ。あ、なら。これ回ってますもう。というわけで今回もバイザーさんの本社工場からお届けしました。よかったらチャンネル登録と Twitter の方のフォローもよろしくお願いします。私たちの嫁と俺の方もね Twitter ございますので、よかったらフォローしておいてください。というわけでよかったらまた見てね。また見てね。